船からの注文に劇的な変化が起きたんですよ。皆さんこんにちは、こんばんは。瞑想ゲーマーおばティです。10月の26日にギブアップとほぼ悲鳴に近いような動画を上げたんですけども、約2週間後、カー工房をようやく手に入れました。第1回目、初めてのグローブ作ります。やっとこの人ずっとね、しばらく前からね、うちの農場にいてね、歩き回ってたんだけど仕事がなくて。やっと仕事を頼めました。悲鳴を上げた数日後だったと思うんですけど、船からの注文に劇的な変化が起きたんですよ。で、このゲームがもう少しで1周年を迎えるそうなんですね。で、1周年を迎えるから、それでなのってなんで今変化があったのかがよくわかんないんですけど、これね、前回の動画の中で、船の積み荷に応えるのが大変だっていうことを言ってたんですけども、以前は船の注文が、私のレベルでは4つ注文が来るようになってたんですけども、そのうち3つは商品指定でね、細かくこの商品を何個とかいうふうに具体的な品物、そして数が指定されてたんですよ。で、しかも注文の4つ目は、はてな。何が来るかわからない。で、商品がいざ前回来た時にね、ものすごく作るのが大変な商品が来まして、結構きつかった。心理的に私は本当にきつかったんですよ。それもあってギブアップってなったんだけど、その後に、なんか全然変わったんだけどっていう。これ全然、変わりますよとかそういった知らせも私が見逃しただけかもしれませんが、変わったよみたいな画面も出てこなかったので、これが今1周年を迎えるからなのか、何なのかよくわかんないんですけど、とにかく劇的に船の積み荷がね、クリアしやすくなりました。もうね、商品の指定がないんですよ。カテゴリーでになってます。で、これは、この絵からね、なんとなくわかるように、卵とか、動物たちが直接生産するものですね、この絵は。を16って書いてます。で、例えば私、このね、ヤギの乳、ヤギのミルクですね。これがほとんど出ないので、ありがたいって思いながらここに詰めるわけですね。で、蔵もちょっと大量に持ってて、詰めるわけですね。これも捨てようかと思ってたんだけど、もう倉庫いっぱいだから。でもこれが来れば、ここに詰めるんですよ。商品の指定ないですから、もうこれでもう一回やれば、塞がりますね。これで、ここが塞がりました。で、同時にここに入れるとね、品物を詰めると上にね、トークン、銅、銀、金のトークンがここに出てるんだけど、ここにメモリがあるんですよ。このメモリは、商品ごとに、ポイントという言い方でいいですかね。ポイントが違うんですよ。餃子だったら166ポイント。寿司だったら188ポイントって感じで、
いい品をあげれば、このポイントがどんどん上がっていきます。で、全体で2250ポイントまでいけば蓋が閉まるので、だから例えば、私の、これ、今結構商品、なんか、偏りがすごいですけどね。今はこのデザート関係の商品いっぱいありますけど、これが、あれ、ほとんど持ってないんだけど、12個もないよ。12個もないよ。12って書いてるけどないよって思っても、他の商品でフォローすることができるんですよ。で、今まずこれ4つ。これ寿司関係中華かな中華の食べ物なんですけども、例えばこれとか7個もあるので、これをちょっといっぱい持ってるから入れちゃおうってこう入れるじゃないですか。そうするとここのポイントがどんどん上がってきます。で、これ作りやすいのでね、これで塞ぎました。そうするとここ数的には12個必要だよってなってるんだけど、12個まで入れなくても、ここが満杯になれば蓋閉まります。例えばこれ、レモネード。今、数を数えていきますね。12個必要って言われてますが、1個、2個、3個。あれこれで閉まるんじゃない？まだ閉まんないかな？今3個入れました。で、もうポイントがもうちょっとで溜まるので、じゃあちょっと作りやすいこちら、ポップコーンいこうかなって思うじゃないですか。ソフトクリームでいいや。ソフトクリームでいけるかな？ 2250 必要なうちの2158はもう、2250必要なうち2158積んでるので、計算ができない。あと100ぐらい必要なのか。これちょっと入れてみますね。2250分の2、2248、中途半端。じゃあこれを入れると。そうすると、15個とか、15個とか書かれてたけど、下閉まるんですよ。これはね、この変化があった時に、こんなに楽になったんですけどっていうね。もしかしてたまたまね、みんなが苦しがっていてみんなが苦しがっててね、それをちょうど変えるタイミングだったのかな？わかんないですけど、とにかくギブアップした後、こんな風に劇的にね、こんな風に劇的に船は積み荷しやすくなりました。このゲームのね、レビュー見ててもね、やはりみんなね、これはもうね、課金しないと遊べないって、みんなもやっぱりね、他の私だけじゃなくてね、同じようなことを感じてらっしゃるようです。でも、せっかくね、楽しいゲームなので、課金しないでなんとか遊べないかなっていうのがちょっとね、ストレスも感じないでなんとか遊べないのかなっていうのをずっと探っていたわけです。いらないなと。自分の中の判断でいらないなと思えるものに関しては、この納屋から直接どんどん売るということをまず、この蔵とかね、これはね、革工房ができる前なんか特に蔵ばっかりどんどん溜まってっちゃって、もう、これが注文来るかもしれないとかいうことは考えずに、もうストレスを軽くするというのを優先で捨てるようにしてます。これさっき土を片付けた後に、動物ボックスっていう宝箱が出てきたんですよ。で、これを開けるための鍵、これを結構もらうんですけど、まずこれ開けたところで欲しい動物が出てくるとは限らない。もうね、もういっぱいいっぱいなんですけどとか、もうこれ以上ね、この動物はこれ以上増えても
困るんだけど、とかね、もうすでに野良化している動物がまた増えても困るんだけどっていうのがあるので、もうこの動物ボックスはよっぽど動物がいなくなってしまって困った時以外は開けないようにしています。あと動物ボックスが必要な場合っていうのは、農場に動物を追加する。このために開けるっていう場合もあるんだけどね。でも何が出てくるのかわかんないし、倉庫がいっぱいの状態が多いので、もう鍵もね、入ってきた途端に売るということをやっています。その無課金でね、ストレスなく遊んでいくためには、ちょっとそのぐらいのことをしなきゃ無理かなと思ってね。あともう一つ、前回の反省点がありまして、自分のストレスを軽減させるように、ストレスを感じない遊び方にいろいろ変えてってまして、その一個がイベントに参加しない。この真ん中になっている場所がイベント会場なんですけども、これがね、いろんなチョコレートのアイスだとかいろんな品物があるんですけども、この人たちがこれが食べたいというものを作るっていうのがこのイベントなんだけどね、そのためにね、これはコーヒー豆かな、もらっちゃいましたけど、これが畑を圧迫するし、通常の商品の他にこれも作らなきゃいけないっていうのが、でもその時はちょっとね、ベストを尽くそうと思ってたので、同時進行でね、やろうとしたら、もうね、そのストレスも強かったんですよ、私には。もう通常の作業だけでいっぱいいっぱいなのに、これもね、頑張りたいと。で、なんでそんなに頑張りたいのかというと、個人でのね、このカウンティフェアっていうのがありましてね、これ別に1位になるかどうかはあまりというか全然気にしてないんだけど、得点をもらえるんですよ。その有効な特典がまた便利なものですから、納屋の備蓄容量の追加20、水はあまり使ってないんですけど、水の上限の追加、ミルク工場ね、酪農工場のスロットや織機のスロットとか、いろんな工房のスロットがプラスになるっていう特典があるものですから、ついつい頑張っちゃったんですよ。で、ストレスが限界まで来ちゃったっていう感じだったので、今はもうこういうデザート系は参加してません。もう見ない。視界に入れてません、今。で、動物たちが虎が走るとか、魚釣りは、全然ね、この品物を作るということとは無関係なので、それには参加してます。でももうこれはね、ストレス。ごめんなさい、こんな強く言って。本当に苦しかったので、全てですね、私個人の感じ方と対策なので、皆さんそれぞれご自分に合った遊び方でこのゲームを楽しんでください。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。